らっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。皆様こんばんは。元美容部員の和田さんです。本日もお忙しい中ご来店いただきまして誠にありがとうございます。ということで本日も始まりました。本日の動画なんですけれども、実は私今目が違うことに気づかれた方いらっしゃいますでしょうか。実はですね、私もともと一重で、すっぴんの時は調子が悪い時は全然今でも一重なんですが、今日はこんなにパッチリとした二重がつけまつげなしでもできちゃっています。最近の画期的なアイテムを使って二重幅を偽造しております。はい、白状しました。ということでですね、本日は正しい二重幅の作り方についてご紹介していきたいと思います。二重を作るアイテムってたくさん今ねあるとは思うんですが、そのアイテムをどうやって自分の目の形に合うように悩みを解決するための塗り方はどんなものなのか、そういったところを具体的にお伝えしていきたいと思います。本日は織り式とコラボさせていただきます。それでは本日もどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。はい、それではですね、このまま、紹介を始めていきたいと思います。本日使用していくものなんですが、こちらの織り式っていう膜で二重を作る二重コスメなんですけれども、これ最近出たばっかりで、こういう形状だと結構くっつけるのかなとか思うじゃないですか。じゃなくて人工皮膜みたいな感じで乾いた膜で二重幅をグッと織り込んでくれるっていう商品になります。最近ちょっとリアルに使ってきた研究結果をちょっと発表したいと思います。あとはビューラーとマスカラを使っていきたいと思います。本当にこの3つで元から可愛いが作れちゃうので、ぜひちょっと参考にしていただければなと思います。実際つけまつげの押し上げる力でもプラスの作用はすごく高いので、つけまと、こういう二重コスメを両方とも使ってあげると、私は一番一重の方の救世主だなと個人的には思っているんですけれども、これに関しては正直二重の人でも二重幅を広げることも全然できるので、ちょっと一重の方向けを、そして二重の方向けを、今回はこの2つに分けてそれぞれの方におすすめの具体的な塗り方っていうところまでちょっとお伝えしていきたいと思います。一重三用、そしてこちらがもともと二重三用でどんな風に塗って変わるかやっていきたいと思います。最初にまずこれを使ってはいくものの、こういう二重コスメってこのプッシャーっていうのがついていることが多いんですが、このプッシャーの使うタイミングっていうのがすごく大事、肝でして、基本的にこういう風にセットで入ってると、まず一番最初にこれで自分のなりたい二重幅を決めるんだなっていうなんとなくイメージが私はあったんですよね。でこれこそが私は失敗の原因でした。はい、気づかぬうちの私もそうなんですけれども、一重でも自力で二重にこうやってなる人と、自力でこうやってパッチリはならないんだけどちょっとなんなら線が入るみたいな一重の方って結構いらっしゃると思うんですね。基本的にそれ以上の線を自分でつけてしまうと、いわゆるこういう二重になっちゃうわけですね。和田さんですみたいな。なのでまずは自分に無理のない、そして適切な二重ラインを探すっていうことがすごくまず大事なポイントになります。簡単にプッシャーで押しますみたいな、やり方ではなくて、ご自身でまずはこういう顔をしていただいて、自分の目の筋肉で二重って作るんですけど、自分の目の力でどこに線が入るかっていうのをまず見てください。これすっごい重要ポイントです。で私だったらたくさん伸ばして筋肉を作ってパッて開くとこういう線ができるんですね。これまず第一ポイント、これが基準の線にはなります。なのでここが基準の線。ただしですね、このまま二重コスメを使ってこの二重を作ってしまうと、ちょっと欲張りすぎるというか、常に自分の筋肉でもう支えながら二重コスメでこうやってできたらね、一番最高なんですけれども、いわゆるより固定しやすい二重にするためのポイントが、自力でこうやって作った二重の線のちょっと下の部分の線、これが正解です。
これこそが、二重コスメが一番生きる幅なので、魅力的なのって幅じゃないですよね。絶対にお顔の印象だと、トータル印象だと思うので、そこを少しこう気をつけていただくだけで、ご自身の中でのこうピンポイントで可愛い二重っていうのが絶対に出来上がるので、ちょっとぜひそれは今そこでやってみてください。そこでとか言って、じゃあちょっと実際にやっていきたいと思います。一重の方バージョンですね。まずは自力で線を入れます。そしたらこの線のちょっと下、いわゆる私だとこの辺ですね、ここまでの線に二重コスメを塗ります。ここが自力で作れる二重の線だとすると、ちょっと末広に作る、これぐらいが一番ベストです。なのでこの線に向かってこの二重コスメを塗っていきます。でさらにポイントなのが、全体に二重コスメを結構塗る方が多いと思うんですけど、私がたくさんやってきた中で本当に良かったのはこの中央だけ、幅塗り潰すことです。なんでかっていうと、結局作ったって思われたくないですよね。かつ塗ったところが硬くなって皮膜化して、そこを食い込んでくれるので、より自然にしたいので真ん中だけで結構十分です。本当に結構優秀なので、これに関しては。すぐで、このぐらい白からちょっと透明になりますっていうぐらいでティッシュで軽く押さえるんです。でその後このプッシャーで外側に持つのではなくて、内側にクイッと引き上げます。そうするとあれびっくりっていう感じで、パチパチしても綺麗な、あらやだ、出来上がっちゃうわけなんですね。びっくりしちゃった。で私おすすめなのがね、外側だけによくプッシャーでこうやって線をつけていく人が多いんですけれども、何より二重にするこう仕組みで大事なのって内側、目頭側だと思うんですね。よくこう整形される方とかもそうなんですけれども、どこを重視して目を大きく見せるかというと、実は目頭に肝があります。なのでこっち側にこう幅を広げるっていうまず概念を削除していただいて、目頭側を引っ張る、持ち上げていくっていうイメージしてあげると、急に目がこうパッチリで、せっかくねこれだけこう理想の二重幅ができたら、やっぱりまつげもねしっかり上げてあげて、マスカラのねこう映える目元にしたいですよね。本当にこれ結構うまくいくんですよ。私も綺麗にいくので本当におすすめです。もうねすごい自然なんですね。ついに二重コスメもここまで来たかっていうぐらい、結構まぶた薄い方とかだったら本当これだけで全然いけると思います。そして次ですね。次なんですが、取る時はちょっと水に濡らしたティッシュとかコットンとか、正直指でも大丈夫です。とにかくね水、こういう風に薄いこう皮膜がポロポロポロっと本当に取れてくれるんですね。こういう感じで、こういう感じ。すいません、見ていただいて。まぶたにも優しいです。じゃあこっち側をやっていきたいと思います。次やっていくのが、すでに二重の線はあるけれども、ちょっと幅を広げたいっていう方向けにおすすめの塗り方なんですけれども、まずは二重がもうある状態ですね。しっかりとある状態。こっち私結構ね癖が確かについてきたんですね、おかげさまで。ただしやっぱりちょっと薄い、細いなっていう幅が、こっちをですね広げていくとですね、どうしても目頭のまぶたが重くなって覆いかぶさってきてしまうんですね。こういう風に、怖い、わかりますか？こういう感じですね。これこそが二重の線を間違わないっていうすごく大事なところなんですが、こっちの場合はもともと二重の方なので、目頭の幅を簡単に言うとこのような感じで目頭を分厚くして目地にかけて今の幅にするみたいなイメージです。塗る位置は真ん中ではなくて目頭になります。この部分を今のまず二重幅を埋めるように塗ります。で乾かす。でこのやり方ってこっちもこっちもそうなんですけれども、全部に塗らないからこそすごい自然なんですね。で本当に二重を作る仕組みに必要な織り込まなきゃいけないところだけ固めることによってすごくリアルに、今ちょっと一発でこのぐらい開いちゃいましたけれども、さらにアウトライン少し上にちょっと足すんです。そうすると目頭がギュッと入った目元が完成します。ちょっとこうやって手で風を送るだけで白から少し透明に変わっていくんですね。その間にティッシュでも、指でも最悪ね全然大丈夫です。押さえてあげるとテカリがすごく軽減されます。ここから魔法が起きます。このような感じで次は外側にクイッと引っ張ってあげます。次内側にクイッと引っ張ってあげます。わかりますでしょうか？先ほどとね
全然違う二重が完成しました。このような感じでこっち側もね平行感のある二重っていうのが簡単にできちゃうんです。これ多分すっぴんと比べると結構恐ろしいと思います。はい、すごい自然ですよねこれね。ということでちょっと早速二重幅コスメをもう一回使ってちょっとフルメイクしたいと思います。はい、ということで今両方とも折り式をやった状態になります。ちょっとこれからまつげを作っていくんですけれども、先にアイメイクを終わらせた後にこの工程をやってください。これ結構重要なポイントでして、よくこのアイメイクをやった後に私もそうなんですけどやるイメージがあったんですが、そうしてしまうと効力がちょっと落ちてしまったりと色がねテカってしまったりっていう可能性があるので、先に、アイメイクしてからにしてください。ビューラーもちょっとねこう内側にこうやってやってあげるといいですよ。内側に目頭側にこうやって、そうするとキュッと上がるのでギュギュッとこう根元のカールをキープさせるように入れるとおすすめですよ。なんかつけまつけずに二重にせっかく本当にできるこういうアイテムがあると極力なんかナチュラルにね仕上げたくなっちゃうじゃないですか。実は素でこんなに目大きいんですみたいな感じで、なのでマスカラもねブラウンを使うようにしています。はい、そういうね些細なところも結構大事ですよね。はい、ということでマスカラと折り式だけで仕上げた目元です。本当に私はもともと一重で、もともとというか今も一重で、やり方によって、こうして二重が作れたりとか、なんなら癖がねついてきてしまったり、そういった方法も本当にありますので、ぜひ今日の動画を参考にしていただいてチャレンジしてみてください。それでは本日もご来店いただきまして誠にありがとうございました。またのご来店を心よりお待ちいたしております。他にもおすすめの動画がございますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご来店ありがとうございました。